おはようございます。このカーテンリモートのボタンでは開けられるんだっていうのに今更気づきましたね。窓はあんまり綺麗じゃないんですけど景色はいいですよね。朝食会場が最上階にあるので、そこで隣にあるランドリーで洗濯物を回しながら朝食を食べました。中華料理とか充実していて、洋食もあってかなり充実したおしゃれな朝食でしたね。パオズがいっぱいありました。でこのホテル宿泊すると無料のコーヒーの券がもらえて、結構何でも選べます。で 50% の券ももらえるんですけど、今はこれは無料の券を使って金木犀のジュレを使ったラテを頼んでいるところです。花の香りがする美味しいカフェラテでしたね。かき混ぜないと沈みます、ジュレが。これ日本でも売ってくんないかなって感じしましたね。なんか秋とかね、スタバでキャンペーンで売ってくれたら全然飲むのになーって感じの味でした。でこのホテルはですね、結構ロボット推しで、ロボットがいろいろ展示してありまして、このロボット犬も動いていた時期があるっぽいんですけど、今回は動いてなかったですね。宿泊しなくても地域の人たちがコーヒーを飲むために集まっている感じで、それも可能みたいですね。これはエレベーターに乗って部屋までフードデリバリーをしてくれるロボットです。利用はしなかったです。でちょっと休憩してます。走吧。もうチェックアウトはしたんですけど、受付で1日荷物を預かってくれるので、もう夕方までちょっと深センの街で遊んで、荷物を受け取ったら香港に向かうっていうプランで動いています。左侧车门将会打开，请小心列车与站台之间的空隙。地下鉄で南東古城駅まで来ました。南東古城の駅を降りてだいたい15分ぐらい歩くんですけど、このエリア駅を降りてからすごい綺麗で驚いたんですけど、博物館とか図書館、劇場、体育館、プールなどが集まっていて、かなりデザイン性の高い建物がずらっと並んでいました。2014年5月に完成して、敷地面積が 39,600 平方メートル、総建築面積は 78,800 平方メートルで、建設費は10億人民元かかっているそうです。スケールでかすぎてピンとこない。
深センって全体的に道が綺麗だなって思ったんですけど、基本的に深センは更地から都市開発をしているので、道がまっすぐで、特にこの南シャンやフーティエン周辺は道が広い傾向があるそうです。それでも夕方は道が混むらしいです。これが南東古城の南門です。このエリアは1700年という長い歴史があるエリアで、20カ所以上の文化財や歴史的建築物が残されています。深セン、香港の歴史文化のルーツとか、深セン市の始まりの地とも呼ばれているそうです。清王朝と中華民国の間に建てられた広東式洋風建築の建物が残っていて、ネット上では台湾の台南にも雰囲気が似ていると感じる方もいるようです。少し前までは急発展を遂げた大都市の中に埋もれたチャンチョンツンと呼ばれるエリアだったようなのですが、2019年からリノベーションが開始され、2020年8月にオープンしました。今では数メートルごとに配置されている歴史的な展示やカフェ、雑貨屋などが完全に融合していて、歩いていて飽きないレトロな街になっています。来る前はGoogle マップで見ていたので情報があまりなくて、来る価値がある場所なのかちょっと不安だったんですけど、実際来てみたら想像以上に発展した観光名所っていう感じでした。中国の街を Google マップで情報収集するのが間違ってましたね。帰ってきてからトリップドットコムとかバイドゥで見てみたらめちゃくちゃ情報が豊富でした。人間はスマホいじってロボットが仕事してる。すげえ、ロボットだ。清掃ロボット。でも手作業の清掃員と相棒のロボットみたいな感じか。おもろ。この日は最高気温が28度で、すでに27度を超えてるんですよね、この時間では。だから結構もう汗がいっぱいかいている感じで、早くも休憩したいっていう感じになってますね。で、この近くにタンシュイっていうデザート、スイーツ売ってるカフェがいっぱいあるので、そこに行ってみようと思っています。タンシュイって初めて食べたんですけど、ミルクの中にお餅とかいろいろ入っているスイーツ、あんまり甘さはなくてすっきりした味わいの食べ物でしたね。系統としては台湾のトーファとかユエンとかに近い、系統が似ている同じようなスイーツみたいですね。この日行ったビンマータンシュイっていうお店が内装がすごい可愛くておしゃれな雰囲気があったので、ぜひトリップドットコムとかのホームページで見てみてほしいです。写真撮るの忘れちゃったので。すごい内装いいです。レトロな広東式な建物みたいな雰囲気です。人の
寒すぎだろ。こうやってかなり丁寧に工芸品とかどうやって修復していたのかとか、そういったものを無料で展示してあって、これは見ていてかなり面白いですね。すごく丁寧に展示されていて、で数メートルごとに遺跡を活用して、その中に展示スペースを作っているみたいな作り方をしていましたね。清の時代とか中華民国の時代とかの看板とか門の一部の部分とかがどのように実際には景色の中にあったのかっていうのをイラストと融合させて展示することで、実際の景色がどうだったのかっていうのを知れるような仕組みになっていて、面白い展示の仕方だなって思いました。要不打车我就拿车吧。哎，就是往那边走。下去就是。哎，什么好吃的了？我们吃的。吃完了，什么好吃的？さっき休憩したばっかりなんですけど、また休憩しに来てしまいました。チベット料理屋のお店があって、雰囲気すごい良さげだったので、引き寄せられてしまいましたね。気になるし、チベット薬バターのお茶とかも売ってたので、これ飲んどくかって感じでなんとなく入ってしまいました。チベット薬バターティーを頼んでみたけども、あとスナック、これはサービスらしい。その芸に行ってきたよっ。うまそう。カンチライフェンシャンメイ。チベット薬バター茶って初めて飲んだんですけど、第一印象としてめちゃくちゃしょっぱいです。
見た目がミルクティーなんで、その固定概念で飲むと麺を食らう味ですね。こういう味だと分かってて飲むと美味しいかもしれないです。しょっぱくてコクのあるまろやかなお茶っていう感じで、トリプトファンがいっぱい入ってそうな味ですね。地元の人からすると日本人にとっての味噌汁みたいにホッとする味なんだろうなと思わせる、そんな感じです。一緒についてきたチップスみたいなやつはいまいち名前がわからなかったんですけど、濃厚なチーズをチップスにしましたみたいなやつですね。これまたかなりミルク感が強い練乳みたいなやつにつけて食べるみたいです。結構美味しかったです。ただ量が多かったです。一人分ではなかったのかな。你是顾客吗？你是顾客？ Sorry，我非常喜欢中文。你是日本的？你那边你从日本哪里来？那边东京。东京？哦。You came here alone? Alone? Why? Just enjoy. So just during the workers' day, holiday, 5 days? On holiday. How many days in Japan? How many holidays in Japan? 5 or 5 or 4? Yeah. Golden week. One of my friends, he's a lawyer. He flew to Japan for holidays. You come to here for Chinese holiday. はいはいはい。Do you like the food here? First time eat 非常美味。Ah. 还会一点中文。 Enjoy. Thank you，谢谢。可以啊。那我会改别的味道吗？对啊，因为我现在是有咖啡。リエンフォアシャン公園に来ました。広くて緑豊かな公園です。150ヘクタールあって、だいたい東京ディズニーランドの3倍くらいの広さです。リンファシャン公園。めっちゃ綺麗。電動のシャトルバスみたいなものが運行されていて、それに乗れば楽に上り下りできるっぽいんですけど、いまいち乗り方わからなかったのと、景色を見たかったのもあって徒歩で山頂まで向かいました。この公園はレッドツーリズムというものに認定されているらしく、中国共産党及び共産主義革命に関する史跡を観光資源として国民の愛国感情を強化するのに一役買っているようです。あまりよく知らなかったんですが、深センは1980年に鄧小平によって中国初の経済特別区に指定されて、人口わずか3万人の小さな漁村から中国大陸随一のグローバルな大都市へと成長した町らしいです。そのため深センでは鄧小平がかなり愛されていて、この公園の山頂にも鄧小平の言葉とか鄧小平の銅像が、建立されています。看了一下那个新的杯口，新的杯口。好看。水瓶是真的，我是叫叶护士。
我讲啊，来，让我讲一讲啊，你按字要懂，按字要懂，我要有这个。哇，这个相机拍的好看。等下让别人走。马上蚊子咬死你了，你到处跑啊！按大了，这个指不能走不动。いやいや降りるの大変だ。降りるの大変すぎる。あ、下来了。弟弟这边，哦，这边弟弟，过来。一会儿他就下了。我觉得我们班这个好像この公園、来る前は自然豊かで池があって、さぞかしのどかで静かな雰囲気の公園なんだろうなぁと思ってたんですが、とんでもないです。ありとあらゆる場所でカラオケをやってて、四方八方から歌声が聞こえてくる非常にやかましい公園でした。どこから突っ込んだらいいんだ。面白すぎる。そして公園の上空にはフードデリバリーが飛び交ってるんですよね。デリバリーフードサービス。中国の公園らしさが楽しめる場所って感じですかね。何でもありっていう言い方は良くないかもしれないんですが、いい意味で何でもありです。これこれ、中国にはこれを見に来たんだぜっていうものを見れて非常に満足です。みんな何撮ってんだろう。ザリガニ？
撮ってんのあれ。なんだろう。魚ではないでしょ。请您务必留意并遵守以下事项：一、注意安全距离，请保持与湖边的安全距离，特别是在有小孩的家庭，防止不受热水。请勿在湖边奔跑，以及过量饮来，何老师，休息来，我唱一首。他骏马吗？天哥啊，我们搞点气氛嘛。你看今天清明节啊，五一节啊，清明节啊，都挨着2个节刚好5天假啊。那我们把这个声音送给所有的来到莲花庄的所有的游客、市民，还有很多跟我们一样的都是普通的老百姓。好，接下来给大家唱一首骏马奔驰保边疆。休息，准备一下我唱完你唱把你的驾驶万岁财力，你父亲给身边的都作为山里人，很多莲花城市国家级的公园，很多游客来欣赏。我唱的不怎么样，但是我愿意为大家歌唱。骏马奔驰保边疆，有所谓所有的朋友们。
好，机器来。好，来，我们有请啊，你们，你看，啊，腿部。大包小包过一下。我们接手也可以吧？接手也可以。大包小包过一下。いやー、非常にいいものを見た。思わずノーカットで動画を撮ってしまった。やっぱ中国面白い。かと思えば急にインド音楽みたいのも聞こえてくるし、マジで何なんだここ。ホテルまで戻ります。ハローバイクに乗ってみたかったので、アリペイのアプリから利用してみました。しばらくハローバイクではない種類のバイクで QR コードを読み込もうとしてて、利用できなくて困ってたら通行人のおっさんにそれちゃうでと言われてやっと理解しました。何事も経験ってやつですかね。少しの距離だったら5元しかかからないのでこれめっちゃ便利ですね。ホテルで荷物をゲットしたら香港へ向けて出発します。需要你交代的吗？观测成功，请带好随身物品。因为有悄悄话，这送完了。